北海のアトランティスと呼ばれる伝説の都市、ラングホルト。ラングホルトはかつて11世紀から19世紀後半に、バルト海と北海の間、ユトランド半島にあったデンマーク王国に属する、シュレースビヒ公国の都市の一つで、古くからの言い伝えによると、神の罰により海の底へ沈み、実際は、1362年に嵐による高潮に飲み込まれ、地上からその姿を消したと伝承されてきました。地元では伝承通りにその存在が信じられ続けていましたが、これまで確たる証拠が見つからなくて、世界的には伝説のアトランティスと同じような存在として捉えられていたと言ってもいい状況でした。しかし先月末、シュレスビヒホルシュタイン州立考古学局、バルト海スカンジナビア考古学センター、キール大学、ヨハネス・グーテンベルグ大学マインツ校の共同プレスリリースで驚きのニュースが発表されました。内容を簡単に言うと、現在ユネスコの世界遺産にもなっている、ドイツからオランダまで広がる世界最大の干潟、ワッテン海で、磁気放射測定、電磁誘導、地震学などの様々な地球物理学を使用して、広範囲にわたり測定し、その結果、2キロにわたる人工的な集落の盛り土の中に、明らかに教会の基礎と考えられる構造の遺構が見つかりました。その教会の大きさは縦40メートル、横15メートルほどの大きさと考えられるそうです。これまで調査された範囲では、10平方キロメートル以上の範囲で、他には排水装置や海の堤防、2つの小さな教会の跡と考えられるものが発見されていて、これらの遺構はきっと伝説の都市、ラングホルトが、ただの伝説ではなく、歴史上実際にあったことを裏付ける証拠になるかもしれません。同じように、海底に沈んだ都市として知られているエジプトの古代都市、ヘラクレイオン、別名でトロニスとも呼ばれていますが、ラングホルトと同じように、かつて貿易港として栄え、今はエジプトの第二都市、アレクサンドリア近郊のアブニール湾沖 6.5km にその遺跡が沈んでいます。この遺跡も2000年になってようやく、フランスの考古学者、フランク・ゴディオによって発見されたもので、6から7世紀に起きた海面の上昇、地殻活動、地盤の崩壊が原因で海に沈んだと考えられています。近年では、ダイバーたちによって巨大な神殿の跡や、プトレマイオス朝時代のコイン、宝飾品などが多数見つかっていて、このヘラクレイオンも、ソナーや磁気装置などで収集した地球物理学のデータが大活躍し、発見することができたんだそうです。ヘラクレイオンの全体像から考えると、まだ 5% から 10% 程度のことしか分かっていないそうですが、ラングホルトにしても、今後どういったビッグニュースが流れるのか、新たな発見が本当に楽しみですよね。皆さん、どうもみゆみんです。皆さんは学校の授業などで、日本は北米プレート、太平洋プレート、フィリピンプレート、ユーラシアプレート、この4枚のプレートが付近にある、こういう風に習いませんでしたか？この情報確かに正しいんですが、日本の歴史的な観点から見ると少し情報が欠けています。日本の北海道から南西諸島までの広い範囲にわたって伸びている中央構造線。この言葉は皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、この中央構造線に沿って起伏のある地形や断層が作られていて、火山活動や地震の原因にもなるわけですが、日本に美しい山々や渓谷があるのも、実はこの中央構造線のおかげです。確かに、学校でも中央構造線に沿ってそういったリスクが高い地域になるので、特に気をつけようねということまでは教えてくれるんですけど、そもそもなんでこの中央構造線が出来上がったのか、そして日本の地形はなぜ今の形になったのかまで、教えてくれる先生はほとんどいないのではないでしょうか。日本はかつて、太平洋プレートが西に向かって沈み込みながら、地表付近では引く力がかかるという複雑な動きをしたことにより、ユーラシア大陸の東端が引きちぎられる形で誕生したと考えられています。中央構造線はというと、それよりもはるか昔、1億3000万年から1億年前、後期の白亜紀頃、有名なティラノサウルスやトリケラトプスがいた時代ですね。この時代、日本の元になった陸地の下には、イザナギプレートというプレートが現在の太平洋北西あたりに存在していました。このプレートがユーラシア大陸の東側に衝突しながら、北東に向かって運動をしたため、多数の横ずれ断層を発生させ、そのうちの一つが中央構造線として残っているんだそうです。その後このイザナギプレートは、
約2500年前頃に、年に20から30センチメートルという驚異的なスピードで、ユーラシアプレートの下に沈み込んで消失し、今の4枚のプレートが日本付近に密集した形になったとされています。このイザナギプレート、もちろん日本神話や古事記で、国海に登場するイザナギの命に由来する名前ですが、もし国語や社会、教科を横断して、こういうお話まで授業で教えてくれたならば、もっと興味を持って勉強できたんだろうなというふうに、個人的には思っちゃいます。どうしても学校の授業というのは、先生たちも決められた時間で決められたことをこなさないといけないので、先生たちも時間に追われて、子供たちに話したいことがあったとしても、なかなか話す時間が取れないんだろうなとは思いますよね。私も在学中、ご近所の方に頼まれて受験生の勉強を見てたことがあるんですが、例えば世界史の勉強で私といるときは、年表を見ながら、指さして、この時どういうことがあったか歴史的な背景や面白い話を話してほしいと言って、私が帰った後、その年表で私の話を思い出しながら、史実を暗記するという作業を繰り返していたそうです。一見、非効率にも思えるんですけど、後々考えると人間の脳構造的には、私の話した時代背景なんかを自分の体験として捉え、そこに歴史上の人物や年代を紐づけることで、つながりの強い大きなシナプスを作って、忘れにくい記憶を作っていったのかなと思い、考えてやっていたのではないかもしれませんが、とっても賢い子だなと思いました。話がだいぶ逸れてしまいました。以前人間は海の 5% のことしか知らないというお話をしましたが、海を調査するには陸を調査するのに比べ、膨大なコストがかかります。現在有人の潜水船は、深さ14000メートルの水圧に耐える強度のものまであるそうで、世界一深い海として知られるマリアナ海溝にある深淵、チャレンジャー海淵の深部は約10900メートル、世界最高峰と言われるエベレストが8848メートルですから、その深さがわかりますよね。私が知っている限りでは、チャレンジャー海淵に到達することができたのは、2020年の元宇宙飛行士、キャサリン・サリバンさんの到達を含めて8人。このサリバンさん、ディスカバリー号を含めて3回も宇宙に行ってるんですよ。アグレッシブでパワフルな女性ですよね。尊敬してしまいます。つまり、人間は海の一番深いところまで行けるようになってきたということを言いたかっただけなんですけど、ここから先、これまでたかが伝説と言われてきたようなことでも、海の底を調べていくことによって、事実だったとわかることが、たくさん出てくるかもしれません。伝説の舞台は、今から約12000年前、美しい海に囲まれた巨大な島国、アトランティス。そこには驚異的な文明が栄え、技術の発展と人類の英知が結集していました。またアトランティスに暮らす人々は、非常に聡明でテレパシーのような驚異的な力を持っていたと伝えられています。彼らは自然を操り、風や海を操縦し、火山をコントロールすることさえできたんだそうです。そして彼らの高度な技術と知識によって、アトランティスは隆盛を極めました。しかし、そんな人々でさえ誇り高い態度と欲望が徐々に膨れ上がり、彼らは神々にも匹敵する力を持つと信じ始め、このおごりと横暴な振る舞いが、アトランティスの運命を変えることになります。ある時、神々はアトランティスの者たちに警告をします。あなたたちは神々の力を侮辱し、結果として自らの滅亡を招くだろうと。しかし、人々は神々の警告に聞く耳を持たず、ますます高慢になっていきました。そして、神の怒りは極まり、地震が起こり、巨大な波がアトランティスを襲います。大地は揺れ動き、山々は崩れ去り、アトランティスは一夜にして海の底に沈んでしまったんです。このようにアトランティスのお話は、人間が持つ愚かさを背景として、その繁栄と滅亡のお話を物語ったもので、この海の底に眠ると言われているアトランティスの痕跡を見つけようと、多くの冒険家や考古学者の興味を引きつけましたが、未だに謎のベールに包まれたままです。アトランティスの存在について議論され始めた発端はというと、やっぱりプラトンの著作、ティマイオスとクリティアスの記述ですよね。彼はこれらの中で大西洋、ヘラクレスの柱と呼ばれる、ジブラルタル海峡のすぐ外側に、資源に恵まれ、強大な軍事力と広大な領土を支配するアトランティス島があったと語っています。アトランティスが実際にあったかどうかを考える前に、
頭の隅に置いておかないといけないのは、プラトン自身は古代ギリシアの哲学者で、ティマイオスとクリティアスは師匠のソクラテス、政治家兼哲学者のティマイオス、曽祖父であるクリティアス、政治家兼軍人のヘルモクラテス、この4人の対談形式で書かれている点です。また、このお話の根幹はアテネの政治家であったソロンが、エジプトの神官から伝え聞いたお話であるということも押さえておいてください。つまり、政治や軍事において都合の良いお話が盛り込まれている可能性があるということですね。その上で、ティマイオスのアトランティスに関する記述のあらすじを簡潔に触れてみると、かつてアトランティスが、支配により北アフリカのリビア全域とイタリア半島に至るまで、強大な領土を誇っていて、ギリシャ人の各都市国家がアテネを中心として団結しアトランティスと戦い、支配された地域を解放、エジプトもその脅威から守り、アトランティスはその後、海に消えるというお話の構成になっています。この背景と、ティマイオスのあらすじの一部を聞いていただいて、皆さんはどう思われますか？さらにクリティアスは、ティマイオスと同日、続編のような形でアトランティスとアテネの話をします。この話がプラトンが書いたとされるクリティアスにまとめられていて、アトランティスの王家は海の神ポセイドンの血筋であることや、アクロポリスがあった島の形状、そしてそこにあった王宮や神殿の話、一般市民の暮らしぶりについて語られていて、その後、アトランティスの人々が堕落し、神聖が薄まったためゼウスが天罰を下そうと考え、ゼウスが神々をオリンポスの山に召集するところで話は終わってしまいます。いわゆる未完というやつですね。なんで途中で書くことをやめちゃったのか気になりますよね。それはさておき、ティマイオスとクリティアスのお話を続けてみると、確かにアトランティスの存在を否定する人たちが言うように、古代ギリシアがアトランティスを打ち破って支配から諸国を解放した一種の英雄譚のようにも聞こえてしまいますよね。いかにアトランティスが強大であったかを誇張すればするほど、英雄譚としては盛り上がりますし、周辺の国々へこのお話が広まればその影響力も高まります。さらにそのお話は、政治や軍事に関わる人たちを含む対談であったならばなおさらです。確かにそう考えると、存在否定派の人たちの考えも辻褄が合っていると言えそうですよね。ただ、そこでアトランティスの存在を否定してしまうのは、皆さん、少しもったいないなと思いませんか？例えば、好きな男性も多いのではないでしょうか。中国の三国志演義、国や登場人物、逸話など生死に根拠を置きながらも、大衆により受け入れられやすい形で書かれた口語体の小説です。確かに史実と異なる部分も多々見受けられますが、大衆に受け入れられようとするならば史実が根底にないと、なかなか受け入れがたいものになってしまいます。日本の戦国時代の武将についても、同じようなことが言われますよね。あの武将はこんな性格だったと言われるが、実は全然違う性格だったとか、戦の後実は誰々が生きていたとか。つまり、大衆に歴史を物語で伝えようとすると、いつの時代も語り手の誇張が必然と入ってしまうのですが、その裏には歴史的な真実が根拠となっていることが多いということです。消えた伝説の都市が次々と実際に見つかっているのも、古代都市、ヘラクレイオンがトロニスと同一の都市を指していると分かったのも近代になってからのことで、もしかすると誇張された表現を全て取り去ることができれば、真のアトランティスに近づけるのかもしれません。プレートテクトニクス理論によって、大西洋に大きな陸地が存在したということを否定されてしまっているのも、アトランティスの存在を何か学問的に考えなくなってしまっている要因の一つかもしれませんね。ですが、例えば大陸ほどの島であったというのが物語としての誇張表現で、実際はとても小さな国で、軍事力や支配力はそこまで持ってなくて、ただのモデルであったとしたらどうでしょうか。アトランティスのモデルとなった都市が、古代ギリシアとは敵対はしていたものの、実は名前や記述されている場所も全く違って、海にも沈まず、今も都市として機能していたりして、なんて、可能性を広げると、現代の地球物理学を使用した最新技術を駆使すれば、それかもっと先の技術で、いつか本当のアトランティスがその姿を表すかもしれないと思えてきませんか？実際、小規模であれば都市や町が、地震や荒波で海の底に沈んでしまったという例は世界各地に点在しているわけで、海の底の全てを人類が把握しているわけでもないわけですから、その存在は否定できないと思うんですよね。場所にしても、
プラトンの記述通り大西洋にあったはずだとする説もあれば、一番有力とされているのは、ギリシア領のサントリーニ島とする地中海説。だいぶ飛んだ話だと、南極大陸の氷の下にあるという南極大陸説なんかもあります。他にも近年聞くようになったのが、アフリカ北西部、モーリタニアのサハラ砂漠で見つかったリシャット構造、またはサハラの目なんて言うんですが、この場所がアトランティスであるという説も浮上しています。いつか、アトランティスのモデルになった国の遺跡が出てきた、そんなロマンあふれるニュースを聞きたいですね。ちなみにこのアトランティスという名前、初代アトランティスの王、アトラスと同じ名前のギリシア神話に登場する巨人の神、アトラスに由来しているそうで、アトラスはオリンポスの神々との戦い、チタノマキアに敗れ、その罰として大きな体で天空を支えるよう命じられたと言われています。歴史家ヘロドトスは、アトラスはアフリカ北部にあるアトラス山脈のことだ、なんていう風に考えていたそうです。この地球がある限り空を支え続けるなんて、本当に恐ろしい罰だなって思いますよね。手を離したら空が落っこちてしまうわけですから、休むことができないわけで。本日はここまでにしたいと思います。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネルのご登録、高評価よろしくお願いします。皆さんのコメントもたくさんお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。まったねー。